有森裕子の岡山、ふるさとの魅力を再発見。そう、ここ蔵紡製品、船がここに来ていろいろ積み下ろすという、ね、場所で、これも倉敷のね大事な歴史の跡です。江戸時代、海運の要衝として幕府の直轄地とされた倉敷。紡績業で栄えた町並みが今も残っています。あ、小谷さんのガラスかな。小谷さんっていう方が倉敷では有名なガラス作家さんで、とっても柔らかくて好きなんですよ。ガラスも好きで、倉敷はガラスと民芸の絨毯とか見たりしてて。大正時代、日常の生活道具にこそ美しさがあると柳宗悦らによって提唱された民芸運動。博物館も建てられたこの町には今もその精神が息づいています。民芸と倉敷を言いながら、ここですね。私まだ来たことがなくて、倉敷本染手織研究所っていう研究所ですよ。失礼します。はい、いらっしゃいます。はい、研究所、どういうところなんですか、こちらは。1年間ここで手織りとか紬とか、染めとか植物染料の染めなんですけど、そういうのを学んでお家へ帰られるんです。そういうところです。戦後、家庭を支えてきた女性の手仕事の価値を高めようと開かれた学校。昭和28年、民芸館の初代館長殿村吉之助が自宅を学びの場として開放しました。失礼します。生徒はわずか7人。1年間住み込みで、糸の紡ぎ方から生地の織り方まで時間をかけて教わります。おがましいんですけど、何かできることありますか。まずね、身の回りからきれいにしてやらないといけないので、まずお掃除をお掃除、はいはい、大好きですよ。大好きですか。どちらから行きましょう。どっちからでもいいです。みんなと一緒に。はい、じゃあ皆さんと一緒に。なんか音楽でもあるんですか。いや、ないです。こっちからでもいいよ。どこにいて。でもなんかお掃除気持ちがいいな。ですね。家ではあまりしないんですけど。家でしませんか。こういうふうに。そうですよね。今はそういう場所ないですもんね。あんまりなんかこう。ここ全部床が無垢の木なんですね。傷めにちょっとちゃんと拭くっていうことを。だからこれだけ綺麗にテカってるんですね。失礼します。いい香り。すごい。おばんざいみたい。すごい。何これ。いや、器最高。料理の温かさが増しますよね。はい。こうやってね、なんか並べると本当素敵ですよね。日々の暮らしの中で大切に使われている民芸。なんでも揃ってるじゃないですか、家のって。白なら白で、こういうふうにいろんな色が同じ大きさでいろんなバリエーションがあるっていうのも、それで産地もちょっと違ったりするのもちょっと面白いね。もうまさに好きなんです、こういうのが本当に。食べ物もね、皆さんで順番で作るんですか。お当番毎週1で。寝食を共にしながら丁寧な暮らしを通して技術とその精神を学ぶのだそうです。お味噌汁に生姜いいの初めて。美味しいですね、お味噌汁に生姜。全国から来られるでしょ。だからね、食べ物が豊富ですよね。いろいろ食べ方がある。多分私が同じぐらいの方多いんじゃないですかね。ですよね。昭和41年ぐらいなんで、私が。何がきっかけでこういう習いたいと思われたんですか。そうです。お正月のテレビ番組で民芸の番組がありまして、それでこちらの研究所を知って、神戸の方に家がありまして、そこから来てるんですけれども、今回住み込みで。もうこちら住み込みで。仕事を辞めて。仕事を辞めて。こちらに。
いやーすごいですね。この1年終わられるとまた次の生徒さんがいらっしゃる感じですか？待ってる感じですか？そうです。2年待ちました。私はでも皆さんそれぐらい待たれてると思います。そうなんですか。3年のうち。職人っていうのは私らの時代は大変だからって言ってそういう機会はもらえなかった。今全部いろんな生活のが終わってここに来れてこの年になってからの人生が変わっていくような気がします。話聞いててなんかスポーツとまあこういう芸術私違わないと思うんですよ。なんか根幹はなんとなく揺るがなくあるのは好きっていう好きだから楽しいからっていうのはやっぱないと結構しんどいんで、まあ本当走るのも真横走ってますよ皆さん。そう私びっくりするあんな人数がどうしていいあでもそう有馬さんこれが完成品。すごい。肌触りすごくいいんですね。生徒の作品の一つ倉敷ノッティングという敷物。なんかお尻が喜びそう。あ、ふわってしてる。なんか綿も入ってないのになんかこうこの柔らかさなんですね。気持ちいいです。初代所長が考案したこの倉敷ノッティング。ペルシャ絨毯を元にしているというのですが、私もちょっとお手伝い。縦糸に160本束ねた糸を織り結ぶことで独特な柔らかい風合いに。そうですそうです。ちょっと短かった。短かった。これはね断面がねまっすぐならないとダメなんですよ。これを全部こうやって同じよだって口に見られてないですもん。面白いけどすごい。大好きな倉敷に息づく美しさ、素敵な学びの場に出会えました。備中倉敷を後にし、岡山が世界へ誇る伝統を求め備前エリアへ。ここですね。おさ船来た。備前といえば焼き物ですが、実は刀でも有名。ここ瀬戸内市長船は日本を代表する流派の一つ備前伝発祥の地。国宝にも指定される刀を生み出してきました。本場なんですか？もう本場ですね。吉井川が流れてますよね。吉井川、はい。それで製鉄、多々製鉄っていうのが山陰山陽沿いでされてて、そこでできた鉄を吉井川で運んでて、運搬が良かったのと、はい、昔はここは松林で刀作りって松の炭を使うんですよ。あ、松の炭。でその燃料が豊富だったという説が有力とされてます。あ、そういう条件がそんなに揃ってたんですね。そうですね。あっちが一応備前の中の備前、ちょっと短いですけど吉房という小太刀なんですけど。吉房。なんか先の方がシュッて。そうですね。元に対して細くなっていくんですけど、だいたい基本的には落ち具合っていうんですかね、細くなり具合っていうのが一定なんですよ。それがちょっとこれ急に落ちてるんで、使われて研いでっていうのを繰り返したんじゃないかと思われます。使って研ぐということはよく使われちゃったってことですね。そうですね。昔は武器ですからね。今は美術品ですけど。なんかすごいリアルというかなんか使ったのその使い道が使い道ですもんね。そうですね。はい。最初こんなんですか？そうです。玉鋼があって。あ、これがあって玉鋼。はい。それを叩いてこう折り返して鋼を練っていく。刀作りの中でも大切な基盤を作る鋼の鍛錬を見せてもらいます。なんか線香。
打ち込んだものをさらに折り返して叩くことで不純物を徹底的に取り除いていくそうです。これが折り返し鍛錬ですね。ちょっとびっくりしすぎた。だからこうちょっと見たら層がねビューっとわかりますかね。本当だ。2層、4層、8層、15回折り返すことで出来上がる鉄の層はなんと3万層以上。この鉄の層を打ち伸ばすことで強さと柔らかさを兼ね備えた日本刀が出来上がるのです。武器としては昔の用途としては今もう当たり前に使えないけど、すごい大事な文化ですよね。そうですね。日本刀は怖くないよと、綺麗だよっていうのを今発信しているところではありますけどね。不思議、こういうもの。津山城見えました。瀬戸内市から車で1時間、やってきたのは内陸部にある津山城。この段は二の丸がで、これがわーすごい、何これ、わー気持ちいい。こんなに見渡せる場所にあるんだ。物流を考えるにこれだけ見渡せって考えられたんでしょうね。鳥取の方の山が見えるし、すごい。海側育ちの私にとって山間部は気になっていたところ、桜の季節には10万人もの観光客が訪れるそうです。城下町を散策。まっすぐ伸びてますよね。これものすごい長いまっすぐ伸びた街道ですね。出雲街道書いてありますね。出雲と播磨を結ぶ出雲往来の中継地としても栄えました。なんか干してある。何これは。肉干してるの初めて見ました。なんか今外に珍しいものがかかってたんですが、肉干してんですかこれ。はい、そうです。こうやって干して出来上がって水分が多少抜けたものを、1センチずつくらいにカットしてもらって、それで焼いて食べるんです。私初めて見たんですけど。ここら辺では別に珍しゅうはないですね。彦根と津山藩だけ養生食いっていう肉文化が盛んなとこになったんです。日本では奈良時代より農耕に役立つ家畜を食べることが禁じられていました。しかし陸路の要衝だった津山では多くの人が行き交い、牛売地が開かれていたため食肉が許されていたそうです。でもなんか津山ね、実はしっかりこう観光できたのって初めてなんですよ。もうぐるぐる回りたいとかいろんなとこ見たい言うんだったら人力車が。早速連絡してもらうと、なんか似た格好された方がいっぱいいらっしゃいます。なんか向かってくる人が G 弁75みたいな感じです古風なの考えてましたけど、どうもはじめまして、と申します。ごもりを言います。ふるさとを盛り上げたいと地元出身の有志たちが結成した人力車隊。結成から2年ほどですが、郷土愛あふれるガイドが話題なんです。なんか運動されてたんですか？はい、僕は野球をしてました。野球。はい、僕ラグビーです。ラグビー。僕はアメフトで。アメフト。美術部です。出た美術部で。僕はサッカー。サッカー。はい。で、僕は陸上。はい。陸上一人？私これする人って陸上かなんかもしかしてね、長距離とかだって走んなきゃとか思ってたんで、いや今回は私のために全員出動。なんか恐縮です。では上げますね。はい。はい。よいしょ。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。でも視線がこれ上がるだけでなんか違いますね。はい。楽しいですよ。はい。でこれでこうなんか道いろいろなんか説明されたりする案内みたいな。
なんか住職さんですか。あらま。まずは住職おすすめのスポットへ。ここからがですね、すごいなんか西寺町と言いまして、はい。一番お寺が密集しているなんかすごいですよね。エリアになります。これ全部？全部お寺なんですけど、行祭地区って開けてたんですね。なんで敵が攻めやすかった。このためにお寺をたくさん配備した。攻める側も極楽に行きたいじゃないですか。逆手にとって防壁代わりのお寺を配備してます。守らなければいけないような町だったんですね。ちょっとこの右に、はい。右に何があるの？津山の偉人というか。こちらはかつて津山を治めていた津山藩の藩医が眠る墓。酸素、水素、酸化、還元。コーヒーのこの字を考えたのもこの方なんですよ。そうなんですか。コーヒー大好きなんですよ、私。あ、そうですか。根本のところ知りませんね。木でも知らなかったというか。わかんないですよね。ああ。江戸時代、海外文化をいち早く学んだ洋学者。津山藩は多くの洋学者を援助し、日本の近代化に貢献しました。楊庵は西洋からもたらされた医学や科学の翻訳を行い、酸素や細胞などの日本語を生み出しました。楊庵をきっかけに生まれた名物のコーヒーも。素敵なカフェですか。やってきたのは大正時代に建てられた病院をリニューアルした喫茶店。これで入れたコーヒーをこれから飲んでいただきたいなと思っています。当時オランダ人が持ってきたコーヒー機器を楊庵がスケッチし、それをもとに再現したコーヒー缶。はい。大好きなコーヒーいただきます。美味しい。まさかここで津山で、はい、これに出会うとは思いませんでした。すごい。次は驚きの肉に舌鼓。初めて見ました本当。これが最後ですかね。有森裕子の岡山ふるさと再発見の旅。人力車隊の皆さんに連れてきてもらったのは津山名物が食べられる店。これが津山名物のそずり肉です。へえ、初めて見ました本当。ここからでも取れる。取れます。徹底的に削ぐんですね。昔食肉が許されてた地域だったので、働いてた人たちがまかない用にね、美味しくて食べれるところを見つけていって、このそずり肉とか津山の今の食文化につながってきてると思うんです。骨の周りの旨味が詰まったそずり肉を余すことなくいただく鍋。美味しそう。いただきます。旨味すごいなんかこうじわって出てくる。お肉の味が濃いね。濃いですね。油分もすごくいい感じね。ね。しつこくないですよ、でしょ。いや美味しいわこれ。うまい。今日見た場所でまず津山城がこの城に行ってこの津山というものの町を考えた人ってどうなんだろうって逆にすごい興味が湧いたっていうぐらい本当寺院の多さとか作りとか、伝統のものとか、食とか聞けば聞くほど伸びしろしかないじゃないですか。なんか僕らはもうただ単純に楽しいバージャケン好きなんですけど、地元をいかに誇れるかっていうのが子供らに一番大事じゃ思うんですよ。津山の城西の徳森神社の祭りってよそじゃ絶対にないんですよ。どこの祭りもそうだと思うんですけど、みこし担いだり祭りをしょることでおっちゃんらベロベロじゃけど腰もかっこいいなみたいな。ほんま当日見たらみんなめっちゃかっこいいですから。津山祭りの日本三大みこしの一つ、重さ1トンにもなる大みこしを担いで街中を練り歩く大迫力の祭り。
おー、すごいすごい。私のふるさと再発見の旅。ふるさとに寄せる皆さんの思いをなんだか誇らしく感じました。